今回は過去動画の再編集版です。富士工業製 TCS リールシートを改造します。赤丸部分に肉盛りし、その後削り込み、大和のリールシートに近い形に形状変更します。肉盛りにはプラリペアを使います。専用リキッドをニードル容器で合成樹脂パウダーに滴下できた塊を盛り付けたい場所に落とします。これを繰り返して肉盛りしていきます。私の場合、手持ちにプラリペアがあるのでプラリペアで肉盛りしていますが、音響用のパテや自動車補修用のパテでも問題なく肉盛りできるので、ご自身が使い慣れたものを使って大丈夫だと思います。ただリールシートには結構な負荷がかかりますし、自動車などでの移動もつきものです。高負荷に耐え、振動、熱、水に強いものを選んでください。肉盛りが終わるとこんな感じです。後から追加しなくていいように多めに盛り付けました。5分ほど静置すると乾燥し、切削可能になりますので、リューターで削っていきます。先端工具は超高ビットです。電動工具を持っていない場合は、カッターや切り出し、小刀とヤスリを使っての切削になります。電動工具なしでの加工はかなりの労力と負けない心が必要なので、あまりおすすめではありません。かなり切削粉塵が出るので、マスクの着用を推奨します。時折掃除機で粉塵を除去しながら作業を進めます。削りすぎてしまっても再度肉盛りして切削し直せるので、あまり気負わずにガンガン削りましょう。リューターに限らず電動工具は便利な反面危険です。刃物も十分危険ですが、電動工具はさらに危険なので、使うときは怪我をしないように十分気をつけて作業してください。切削途中でリールとの干渉を確認したり、パーミングを確認したりすると思いますが、粉塵がついたままでリールをつけ確認すると、リール内部に粉塵が入ってしまう可能性があります。清掃してから確認しましょう。希望の形に成形できたら、ペーパーでサンディングして切削痕を削り落とします。使用するペーパーは120番と320番です。120番のペーパーでのサンディングが主体で、320番のペーパーは120番のサンディングでできた毛羽立ちを取り除くために使います。つまり最後にちょっとかけるだけです。サンディングが終わるとこんな感じです。リールとの干渉の有無、使用感を確認します。ダメだったらやり直しですが、ここでちゃんと見ておかないと後で大惨事になることもあるので、しつこいぐらいにチェックしておきましょう。リールと干渉しないか、使用感はどうかちゃんと締め付けられ、リールをしっかり保持できるかだけでなく、サイドカップの脱着やフリップオープンが問題なくできるか、クラッチが切れるか、ブレーキ調整ができるかも確認します。スティーズではクリアランスも十分で全く問題ありませんでした。次はアンタレス DC です。私の手持ちのリールは先ほどのスティーズとこのアンタレスの2台だけなので、チェックは2台だけです。クリアランスは十分とは言えませんが、最も近い部分でも 1.5 ミリ程度は余裕があり、この後塗膜がついても干渉せずに済みそうです。多分メタニウムは乗らないです。機能面も問題なさそうなのでいいことにします。下地処理をしていきます。形状変更が終わったリールシートの表面はピンホールや傷が多く存在しています。これらを二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアで埋めていきます。厚塗りするのでスクリュー部分をマスキングしておきます。改造後のリールシート表面はもともとの材質とプラリペアで構成されています。異なる材質で構成されているので塗料ののりが違うはずです。
ピンホールの多い場所を中心に少しずつ吹きつけて様子見します。トリガー周りは特にピンホールが目立ちますね。吹きつけが進行していくとおおよその傾向が分かってきます。矢印部分で分かると思いますが、プラリペアが塗料が乗ってきているのに対し、リールシート素材は塗料を吸い込み塗膜ができていません。この傾向からピンホールや傷が目立つ場所とリールシート素材の場所に多めに塗料をのせる必要があると分かります。本来こういった下地塗装には下地専用塗料のプラサフが向いていますが、必要だから専用だからと全部買い揃えていてはキリがないのでオートクリアーで対応しています。塗料ののりの差がだいぶ明瞭になってきました。リールシート素材部分への吹き付けを徐々に増やしていこうと思います。下地処理の塗装条件ですが、エアブラシはノズル口径 0.5mm、 エアーツ 0.2 メガパスカル、2液ウレタン塗料、パナロック、オートクリアーの混合比は基本的に塗料メーカー推奨値で少しシンナーを多くしています。重量比で主材重に対して硬化剤1、シンナー11を混合してから塗料の粘度を見ながらシンナーを足していく感じです。多分15ぐらいです。目安としては牛乳より少しシャバシャバ気味です。下地処理パートの吹き付けでは静止部分以外での速度調整はしていません。塗料カップ内の塗料の揺れ方を参考にしてみてください。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ピンホールと傷が埋まっていない部分と塗膜形成が不十分な部分を集中的に塗装しています。短く強く吹きつけて少し待つことでなじませ、ピンホールや傷の中に塗料が流れ込むようにしています。これを複数回繰り返すことで結構な数のピンホールを埋めてしまうことができます。プラサフの表面に蓋をするように埋めるのとは違う流動性の高いクリア塗料ならではの方法です。普通に吹きつけるだけだとピンホールの中に塗料が入って埋まることはあまりないので、意識的に埋めるように塗装しましょう。後の工程でのピンホール処理がだいぶ楽になります。ただしクリアでピンホールを完全に埋め切ることは不可能に近いので、攻めすぎて垂らしてしまう前にほどほどなところで諦めましょう。連続してこれ以上ピンホールを埋めるのは厳しそうです。全体をウエットコートしてから吹き付けを一時中断して、スクリュー部分をマスクしていたマスキングテープを剥がします。7分ほどインターバルをとって試食乾燥させてから吹き付けを再開します。試食乾燥できたと思われるので吹き付けを再開します。ドライコートで吹き付け様子見します。ドライコートしているにもかかわらずツヤが出てしまうようなら試食乾燥できていません。もう少し待ちます。ツヤ出ませんね。大丈夫そうなので続行します。ドライコートとはエアーの噴射量に対して塗料の供給量を適正値より減らして吹きつける塗装方法で、ノズルから噴射された塗料が塗装対象に届くまでの間に生乾き状態になり垂れにくく、連続での重ね塗りを可能にする方法です。やり方は複数あり、代表的なものでニードル交代量を減らす、エアーツを上げる、シンナーを揮発の速いものにする、塗装対象との距離を大きくするの4種類があります。とりあえずこのドライコートである程度の塗膜ができるまで塗り重ねます。ウェットコートでツヤを出します。ウェットコートとは綺麗なツヤあり塗装ができる塗装方法で、要するに普通の吹き付け塗装です。基本的には使用するエアブラシの最大噴射量でどれくらいの大きさの塗装対象物までウェットコートできるかが決まります。リールシートぐらいの大きさならノズル口径 0.4mm 前後が適正だと思いますが、揮発の遅いシンナーを使えばノズル口径 0.23mm のエアブラシでもウェットコートできます。
私の場合、揮発の速いシンナーを日常的に使っているので、ノズル口径 0.4mm か 0.5mm を使うことが多いです。塗料噴射量は基本的にはノズル口径と比例しますが、メーカーや機種によって違いもあるので参考程度に考えてください。塗装が終わるとこんな感じです。プラリペアがかなりのエアーを含んで硬化しているのがわかります。塗膜が硬化したら400番のペーパーでサンディングします。サンディングすると埋めきれなかったピンホールを目視できるようになるので、必ず全体をサンディングして見落としが出ないようにします。厚塗りの影響でボテッとした感じになってますし、塗膜の肉痩せも目立つので、ついでにこれらも修正しておきます。サンディングが終わるとこんな感じです。やっぱり埋めきれなかったピンホールがありました。ピンホールに瞬間接着剤を滴下し埋めていきます。多くつけすぎた瞬間接着剤はティッシュペーパーで吸い取っておきます。硬化促進剤を使い硬化させるとすぐに切削可能になります。今回使った硬化促進剤は瞬間接着剤と違うメーカーのものですが、特に問題なく固まりました。ピンホール埋めなどの規模が小さな盛り付けには、パテやプラリペアよりも瞬間接着剤の方が便利な場面も多いので、一度試してみてください。盛りすぎ気味な部分をアートナイフで削ってから400番のペーパーでサンディングし、周囲とつらい位置にしていきます。サンディングが終わるとこんな感じです。この後1000番のペーパーで軽くサンディングします。4g ほど軽くなりました。エアーでホコリを飛ばしてから二液ウレタン塗料パナロックのオートクリアでアンダーコートを塗装します。ドライコートで全体に塗膜をつけてからウエットコートでツヤを出しますが、アンダーコートではツヤにこだわる必要はありません。塗り残しなくしっかりした塗膜がリールシート全体につけられるように塗装していきます。混合比、エアー圧などは下地処理の時と同じです。ベースコートの最初の塗装は Z ブラックに少量のディープブルーを加えたブルーブラックです。リールシート両サイドに持ったプラリペアの透明感を生かした仕上げにしたいので、リールシート下側の中心線とトリガー周りを中心にリールシート上側中心線、スクリュー部分にも吹き付けをします。最初に塗装したブルーブラックをアンダーコートで使ったオートクリアーで2倍に希釈し、若干透明感のあるクリアーブルーブラックを作り、リールシートの上側下側の中心線とその周辺に吹き付け、プラリペアとの接合部を隠します。中心線とその外側への吹き付けが終わったら、トリガー裏側、トリガー両側面、グリップとの接合面、スクリュー部分にも吹き付けしておきます。スクリュー部分への吹き付けは熱くなりすぎないように注意して行います。次はパールクリアーの塗装です。オートクリアーを小分けしてパールパウダーを混合し、パールクリアーを作ります。このパールクリアーはパールパウダーをつなぐためにクリアーを入れた塗料ではなく、クリアーに少量のパールパウダーを入れたパールの入ったクリアーです。パールクリアーはリールシート全体に吹き付けますが、リールシート側面のプラリペア部分にはあまり塗らないようにします。絵面を見れば分かりますが、吹き付けている割にはパールが乗っていかない反面、クリアーの塗膜はしっかりとついていっているので、パールパウダーの含有量が少ないことがわかると思います。リールシートの角度が変わるときに両側面のプラリペア部分が透けているのがわかると思いますが、パールクリアーを吹き付けすぎると完成後透過光が全く出なくなってしまいます。この段階では吹き付け足りないと感じるぐらいで、完成後にわずかに透過光が出る程度になります。
クリアブルーブラック1回目で使った塗料をオートクリアでさらに3倍希釈したクリアブルーブラックを塗装し、青みがかったガンメタリックに仕上げます。色決め塗装なのでしっかり色を確認しながら塗り重ね、ちょうどいい色合いになったら終了します。クリアでかなり希釈された色なので調整は楽にできます。塗料カップ内の残ったクリアブルーブラックを排出し、エアブラシの洗浄はせずにオートクリアをカップに注ぎ、バブリングさせて攪拌した塗料で塗装します。最後のベースコートでオートクリアの塗装みたいなものなんですが、ちょっと色がついているのでクリアブルーブラック3回目です。塗装方法自体はまさにクリア塗装で、ツヤを出すためにウエットコートで仕上げます。再編集前の動画ではここでリールシートを落下させてしまい復旧作業をしていますが、リールシート塗装の説明が分かりにくくなっていたと思うのでカットします。トップコートを塗装します。使用塗料はトップコート専用クリア、エコロック、ハイパークリアです。混合比は重量比で、取材さんに対し専用硬化剤1、シンナー5で、メーカー推奨値よりも若干シンナーが多い混合比です。エア圧は今まで通りの 0.2 メガパスカル、エアブラシも変更なしで、ノズル口径 0.5 ミリです。まずドライコートで全体に塗膜をつけ、ウエットコートに移ります。トップコート専用クリアは通常のパナロックよりも肌伸びがいいので綺麗なツヤありに仕上げられますが、伸びるイコール垂れやすいなので塗りすぎて垂れないように塗装します。塗装終了重量 22.6g なので、形状変更後からはプラス 1.1g、 無改造状態との比較ではマイナス 3.1g です。 KN フードも同様に塗装しています。塗膜硬化後はこんな感じです。今回の動画はここまでです。再編集前と比べて分かりやすくなっていたでしょうか。面白かった、参考になったなどありましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。